はいどうも、マシマです。今回は漫画の物語の作り方超初級編ということで、以前公開した漫画の書き方超初級編、結構評判良かったので、今回は物語の作り方初級編をお届けします。最近の新人さんの傾向として画力高い人多いんですよね。年々新人の画力は向上しているように感じていて驚いています。僕のデビューした時の画力、こんなんですよ。よくこれでデビューできたな。でも画力に自信がないって人も安心してください。画力は書いてりゃ嫌でも上がっていきます。きちんと練習すれば1日でも画力はアップします。問題なのは物語の作り方。これ気楽に練習できるものじゃないんです。物語を作るには練習よりも基礎知識や方法論などを知るのが一番手っ取り早いと思います。その上で練習、実践で磨いていきましょう。なんか難しい感じしますよね。そうです。物語を作るのは難しいんです。ですが今回は必要最低限な物語の作り方、初心者の方にも分かりやすいように解説してみようと思うので、この動画をご覧いただければ簡単なお話なんかは作れるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。最初に物語とは何か。よく物語は起承転結でできていると言われてますが、漫画でいう起承転結とは物語の構成を起、承、転、結の4つに分けることで分かりやすく読みやすい物語にしてくれる魔法です。起とは起きる物語の導入にあたります。前置きや登場人物の説明、事件の始まりなど、ここは読者の興味を引く場面を入れて漫画を読んでもらうための入り口になっています。ここが面白そうだと漫画は最後まで読んでもらえますが、ここが面白くなさそうだとここで読むのをやめてしまう人もいるかもしれません。そういう意味でもかなり重要な割合を占めるのがこの起の部分です。章とはクライマックスへ向けての助走部分、登場人物の関係が変化したり事件が起こったりクライマックスへ向かうための準備をする部分。転とは物語のクライマックス、一番の見せ場の場面。バトル漫画やスポーツ漫画なら勝利のシーン、恋愛漫画なら恋の行方が進展するシーン、ミステリー漫画なら犯人がわかるシーンなど、言うまでもなくここが一番この漫画の面白いところですよというシーンになります。結とは物語の結末、このお話のオチになります。連載作品ならここは引きと呼ばれる次回への興味を引くシーンになります。まとめるとこんな感じ。ただね、この起承転結の承転の部分がね、漢字の見た目本来の意味を少し分かりづらくしてる気がするんですよ。承ってなんやねんって僕も思ってますからね。なので新しい魔法を作りました。起、序、採、結。起、物語が起きる、始まる。序、クライマックスへの助走。採、最大の見せ場。結、結末。この方が分かりやすくないですか？物語をこの4つの構成で作るととても読みやすく分かりやすい内容になります。特に読み切りはこの構成がおすすめですが、連載作品となると起、採、採、採、ずっとクライマックス、起、結、採、結、1回終わってからのどんでん返し、起、序、序、序、これは次回を面白くするためのつなぎ回などなど、様々な応用技がありますね。起、序、採、結を4コマ漫画を例に少し具体例を見ていきましょう。起、ハッピーが頭のてっぺんが痒くてムズムズしています。物語の始まりですね。序、頭のてっぺんに手の届かないハッピーは夏に助けを求めます。物語の助走です。さあこの後どうなるのか。採、手が届かないって言ってるのに尻尾が届いてるじゃんという今回最大のクライマックス。結、結局自己完結して満足そうなハッピーとその場を無言で去る夏でおしまい。こんな感じでね、4コマ漫画だと分かりやすいのかもしれませんが、これはもちろんストーリー漫画にも応用できます。例えばこんな物語があったとします。ある事件がきっかけで炎に触れても平気な体を手に入れた少女。周囲にはその秘密を隠してきたけど、ある日クラスメイトの少年に見られてしまい、少年との友情の物語が始まる。少年はいじめられっ子だったが、少女との出会いでそれを克服していく物語。はい、この物語の起にあたる部分、
物語の導入なのでインパクトのある主人公の登場にしましょう。炎の中から子供を抱えて出てくる少女、驚く周囲、顔を隠して立ち去る少女だったが、たまたまクラスメイトの少年に見られてしまい、こんな感じの導入部分ですね。続いて序、物語のクライマックスへ向けての助走です。ここでは少女と少年の人間関係の変化などを書いています。そして少年はいじめに遭っている事実を知ります。正義感の強い少女は、私がいじめっ子をやっつけてやると息巻いていますが、そんなことしたら後でひどいことされるからやめてほしいという少年。煮え切らない態度の少年に少女は呆れてしまいます。2人の関係はどうなっていくのか、ここでは興味を引く展開、事件などで後半につなげていきます。そして最大のクライマックス、少年は不良グループに呼び出されて不良の部屋に行きます。しかしそのマンションで火災が発生してしまい、少年も不良たちもマンションの中に取り残されてしまいました。駆けつけた少女が救出を試みます。マンションの中では自暴自棄になっている少年の姿が。少女は自分の過去を語ります。もともといじめられっ子で同じ境遇だったこと、こんな体になった驚愕の真実などですね。少年は勇気を出して脱出と不良たちの救出に手を貸します。少女の主人公らしい活躍なんかも入れたいですね。これがこの漫画のクライマックスとなります。そしてケツ、みんな無事に救出され、めでたしめでたし。不良たちは少年の勇気に感謝し、今までのことを反省して謝罪します。少年と少女の友情は固く結ばれ、もしかしたらそれ以上の関係に発展するかもみたいな余韻を残しておしまいです。こんな感じで導入、助走、クライマックス、結末と物語を構成していくと読みやすい漫画になっていきます。物語はどう作るの？これは様々な方法があります。描きたいキャラがいて、そのキャラの魅力を引き出すためにストーリーを考えるパターン。見せたいシーンがあって、それを軸にストーリーを組み立てるパターン。なんとなく世界観が決まっているので、そこから物語を作っていくパターン。他にも物語の作り方は人それぞれで、どれが正解というわけでもありません。ただ、先ほど挙げた描きたいもの、シーン、世界観、どれか一つは最初に決めておいた方が物語は作りやすくなると思います。もちろん2つ決めてもいいし、全部決めてから作ってもいいです。例えば僕のデビュー作マジシャンという読み切りのお話をします。これは廃部寸前の手品部に無理やりその辺にいた少女と犬を入部させて廃部を免れようとした部員たちだったが、その犬実は裏社会の実験生物で、それを狙う組織とのバトルという感じの漫画です。この作品の取っかかりは、バトル中に主人公が手品で敵をやっつけたら面白そうだなというコンセプトから始まっています。先ほどの例で言うと、描きたいシーンが先にあった状態ですね。この時点では主人公の設定も世界観も何も決まっていません。そこからそのシーンを面白く見せるためにはどうすればいいのかを考えていくわけです。主人公は手品師、学校の手品部ということにしよう。手品に驚くリアクションをするキャラクターが欲しいから、手品部じゃないキャラをヒロインにしよう。手品部じゃないキャラと知り合いになるには、廃部寸前で部員を勧誘しているってことにしよう。その時マスコットキャラも部員として勧誘させたら、主人公バカっぽくてキャラ立つかな。どうせならこの犬を拾ったことで事件に巻き込まれていくってのはどうだろう。こんな感じでね、どんどん世界観、設定、物語を広げていきます。逆に最初からキャラが決まっている場合、これはそのキャラが何をすればより魅力的に見えるか、一番盛り上がるかを考えてください。クライマックスをイメージしてください。例えば熱血タイプの野球のピッチャーがいたら、どんなシーンが一番盛り上がると思いますか？最強の打者から三振を取るシーン、逆に誰にも打たれたことなかったのにライバルに打たれてしまうシーン、落ち込んでる部員を鼓舞するシーン、そんな感じでご自身のキャラクターが一番輝くであろうエピソードを決めてしまいます。そこから逆算して、そのシーンを見せるためには他にどんなキャラが必要か、どんな助走をつければそのシーンが盛り上がるかなどを考えて物語を作っていきます。そして世界観だけが決まっている場合、これは僕の作品フェアリーテールがそうでした。 RPG やオンラインゲームでギルドっていう概念があるけど、魔導士だけのギルドがあったら面白いかも。コンセプトはこれだけです。なので世界観に合うキャラや物語をここから作っていきます。このギルドは荒くれ者が集まってるお騒がせギルドにしよう。そこに入りたいと思う少女が
読者と同じ目線で物語を楽しめるようにしよう。主人公はギルドで一番の問題児ってことにしよう。主人公だし炎の魔法を使ったらかっこいいかも。1話目のクライマックスはとにかく主人公が強くてかっこいいところを見せようみたいな感じです。順番は違えど結局物語を作る上でキャラ、見せ場、世界観はどこかで決めなければなりません。これは自分のやりやすい方法でやるのが一番だと思います。最後にストーリーなんて全く思いつかんという人におすすめしたいのが有名作品の要素分解という手法です。これはどういうことかというと、有名漫画、人気漫画、あるいは自分の好きな漫画でもいいです。この中からその漫画を構成している要素だけを抜き取り自分流にアレンジしてしまおうという手法です。ただし先に注意点を言いますと、ファンタジーバトル漫画が描きたかったら同じファンタジーバトル漫画からは要素を抜くとかなり似たような作品になってしまう恐れがあるためやめておいた方がいいです。ファンタジーバトル漫画が描きたかったら恋愛漫画、スポーツ漫画、ミステリー漫画など違うジャンルから要素分解を見つけてきた方がいいと思います。他のジャンルもしかりです。恋愛漫画が描きたかったら恋愛漫画以外から、スポーツ漫画が描きたかったらスポーツ漫画以外からというように描きたいものとは別ジャンルから見つけるのをおすすめします。ただ絶対に似ない自信があるなら同ジャンルからでも大丈夫だと思います。早速解説しましょう。今回は例にフェアリーテールを分解してミステリー漫画を描く、これをやってみましょう。まずフェアリーテールという作品がどのような要素で構成されているか分解してみます。魔導士たちが集まる魔導士ギルド、炎の魔法使い、乗り物に弱い主人公、そのギルドに入るのを夢見る少女。主人公は父親のドラゴンを探している。魔法を使った派手なアクション。大まかにこんな感じに要素を分解してみました。次にこの漫画の面白い要素はどこかを探します。この魔導士たちが集まる魔導士ギルド、つまり同じ職業の人間が同じ場所に集まって物事が進んでいくところ、ここが面白い要素かもしれないな。こんな感じでその漫画を構成する要素の中でここがきっと面白いポイントなんだという要素を見つけてください。そしたらそれを自分の作品に当てはめていきます。魔導士たちが集まるギルド、僕はミステリー漫画が描きたいから推理小説家が集まる洋館にしたらどうだろう。炎の魔法使い、乗り物に弱い主人公は何か一つ得意なトリックがあると解釈して乗り物じゃないけどなんか弱点も持たせよう。そのギルドに入るのを夢見る少女、推理作家を一堂に集めてインタビューをする推理小説オタクの記者にしよう。主人公は父親のドラゴンを探している。もちろんミステリーなので主人公は犯人を探す。魔法を使った派手なアクション、これは推理作家同士のロジックバトルができるぞ。こんな感じで分解した要素を自分の作品に置き換えていきます。この時不要な要素は切り捨ててオリジナルの要素を入れても構いません。これでフェアリーテールという作品を分解してオリジナルのミステリー漫画のプロットが完成しました。こちらです。森の中に佇む異様な洋館、妖霊館。ある日ここに7人の推理作家が集められた。記者として取材に向かった A 子だったが、周りは憧れの推理作家ばかりでオタク全開。7人の推理作家はみんな一癖も二癖もある人たちばかり。そんな洋館内で殺人事件が起きた。犯人は誰なのか。主人公たちの推理バトルが始まる。こんな感じですかね。簡単にプロットできちゃったんじゃないですかね。ちなみにね、少女漫画バージョンもやってみましょう。魔導士たちが集まる魔導士ギルド、同じ音楽の趣味を持ったサークル、炎の魔法使い、乗り物に弱い主人公、熱血タイプの女子高生、自転車に乗れない、そのギルドに入るのを夢見る少女、ある日転入してきた男子高生、主人公の相手役。主人公は父親のドラゴンを探している。主人公はプロのシンガーになるのを夢見ている。魔法を使った派手なアクション、ライブのシーンはファンタジー漫画のように演出しよう。こんな感じでいろいろアレンジできると思うのでぜひ試してください。プロットが決まったら先ほど挙げたように次は一番見せたいシーン、キャラ、世界観などを決めて非、女、才、決のシーンに割り振っていきましょう。あなたにも物語が作れるはずです。というわけで物語の作り方いかがだったでしょうか。まとめるとこんな感じ。非、
女才月を意識して構成してみよう。書きたいシーン、キャラ、世界観などを決めよう。思いつかなかったら好きな作品の要素を分解しよう。難しかったかな。なるべく分かりやすく解説したつもりではあるんですけども、実際ストーリーを作るのは難しいんです。そんなの簡単だよって人はね、天才か大ベテランの作家です。難しいからこそ面白い。それぐらいの気持ちでストーリー作り、楽しんで作りましょう。そうそう、これ大事。物語はね、楽しんで書く。暗い話や悲しい話ではそうもいかないかもしれないんですけど、内容ではなく、書いていること、物語を作っていることを楽しんでほしいです。また、ストーリー作りに詰まったら、他のメディアに触れてみてください。漫画だけじゃなく、映画、アニメ、ドラマ、舞台、小説、思わぬところに突破口があるかもしれません。余談ですが、僕の作品レイブに出てくるリーシャというキャラ、ある日バレエを見に行って踊り子にしようと決めました。正直当時バレエにはあまり興味がなかったのですが、友人が出演するということで見に行ったら素晴らしい舞台で、これだとなったわけです。なのでいろんなメディアに触れて、興味がないものにも試しに触れてみるのも漫画家の引き出しの一つになると思います。最後に新人賞を目指している皆さんにアドバイス。1箇所だけでいいです。たった1箇所。編集者の目に留まるシーンがあれば、その作品は印象に残ります。その1箇所をどう見せれば輝くかを考えてみてください。それが作品全体のクオリティアップにつながると思います。欲張ってはダメです。本当に見てほしいワンシーンを輝かせるために、周りを全力で磨いてください。はい、今回は以上です。他にもこんなこと教えてくれとかね、こんな動画見たいとかあったらぜひコメントください。また漫画やイラストについての相談は僕の Twitter の DM までお願いします。それでは皆さん、また次回。じゃあね。